盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。今回のテーマは冬の水やりということで、冬の水やりともざっくりした中でちょっと注意点だけご説明しようかなというそういう感じでいきます。じゃあ早速よいしょ。冬の水やりでねちょっとご質問もあったりもあるんですけども、どれぐらい必要かというのと、あとこれちょっと盆栽やってる中の人の定説というかこういう感じの意見が結構あるみたいで、朝やると水が凍らないのかと、凍ったら良くないんでないかみたいな、そういうお話なんですけども、まずこのどれくらい必要かという話なんですが、だいたいよく言うのがその冬は2日に1回みたいな、そんな感じも皆さんもどこの盆栽さんも結構同じように言いますね。松盆栽に限りかもわからんですけど、乾きやすい木の種類もあるんで、でこの中でですけど、そのどれぐらい必要というんで、その頻度は2日に1遍ぐらい、でも冬でも結構長い期間あるんで、冬の初めと終わりとではまた違うとかね、冬の完全に真冬の方ではまた違うっていうこともあるかもしれません。だから基本的にはやっぱり乾いたらやるっていうことにはなるんです。ほんで冬にちょっとこれ置きますけど、量はどれぐらいかという話なんですけども、やっぱり水やりってね、寒いと結構乾いてないんじゃないかってこっちが勝手に思い込む場合が僕らでもちょいちょいあるんです。こんだけ今日寒くてその盆栽でも乾いてないんちゃう、いらんのちゃうみたいに思うんですけど、意外と冬ね湿度が低くてね、温度の割に乾く場合が時々ありますね。時々結構ありますね。で冬にあんまり乾いてないんでないかって思うとね、こういう霧吹きなんかみたいなんでね、これぐらいかなっていうね、表面濡れたなみたいな、葉っぱにもやっとけみたいなね、そんな感じでもう水やり終了みたいに思う人もどうもおるらしいです。でも冬だろうが夏だろうが水やりやるとなったら、ちょっといつもホースでわーっとやるんですけど、今日じょうろでね代わりにやっぱりこうドバーッとね、もう葉っぱかけても大丈夫です。でもしっかりかけて、なんならちょっと気に吸わせて、浮いてる水がなしになってもう一回やるみたいな。だったらこれぐらいやったら多分今ちょっともう濡れてて分かりにくいですけど、鉢の下穴が開いてるんですが、そこからちょろちょろっと水が流れてきます。この中に蓄えきれない水が、それぐらいまではやっぱ冬でもやる必要があると。だから冬だから言って水やりがタイミングはね、頻度は減ります。でも量は同じと思ってください。そこは結構大事なところで、次2番目のご質問なんですけど、朝やると凍らないかという。でやっぱ冬の朝やったら結構ね、西日本でも寒いですけど、でも僕の今住んでる香川県は真冬の朝でもそんなにね、他の県と比べたら寒くないのかなと。それでもやっぱ最高気温がね3度2度1度あたりになってきたらちょこちょこね水たまりが凍るみたいなことはありますけど、とはいうものの水をやって凍ったから言うてそんなに気に悪いような気はしないですね。それよりかは凍るのを怖がって乾いてるのにほっとく方が悪いんじゃないかなと。だからこれの答えとしましては、朝でも乾いとったらやりましょうというのが僕の考えで、ただでも北国の方の寒い地域の方行ったら本当にこれが適用される可能性がないこともないかなと。僕も豪雪地帯みたいなとこ住んだことないんでちょっとわからないんですけども、ただ水やりで凍って良くないというよりかは、この用土に今僕砂と赤玉混ぜてるんですけども、砂ばっかりだと石の粒なんでね、もう水含まないんです、吸わないんですけど、
その間に水が溜まってて、それがその凍って膨張して、それが膨張して鉢を割るみたいなのはありえますね。だからまあすごい寒い地域の方はやっぱ赤玉みたいにその赤玉そのものがその水を吸えるようなそういう用土をちょっと多めに使っとかないと、その本当にまあ水を含んでるのが氷になって割るっていうことがあるんで、水を朝やったらダメというよりかはその用土で調整した方がええのかなとは思います。だから朝でも乾いとったらやるべき。でも用土はそのご自分のねお住まいの地域に合わせて、すごい寒いとこだったら赤玉多め、そうでもないとこだったらまあ用土はそんなに気にしなくていいと。はい、温暖な地域だと本当用土結構何でもいけちゃったりします。寒いとこはやっぱねなかなか気象条件厳しい分いろいろあるみたいですね。はい、今回冬の水やりということで、こういう代表的なとこやりましたけど、またね冬の水やりこういうとこわからないみたいなのがもしあればねコメント欄でご質問していただいてもいいかなと思います。はい、では今回は以上ということで、北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。